リアルピーイエーイマウスシールドはい、ということで、今ね、世の中がさ、そうコロナウイルスですごい大変じゃん。俺らもなっちゃったの。いや、本当だよ。本当にご心配をおかけしていや、マジでご心配をおかけして皆さん申し訳ありませんでした。今はもう元気？もう今は大丈夫。すごくないこの世の中が。すごいね。不安な人とかね、どうなんだろうっていうのにね、なんかちょっとでも足しっていうかね、助けになれば、いや、そうだね。で僕らの症状とかさ、うんそのね、対応とかさ、病院とか保健所とかそうちょっと悩んだんだよね、今回の動画もさ。やるかやらないかとかちょっと悩んだんだけど、こんなにも何千人とかさ、もうこんなに世の中にいっぱいコロナが出てるんだったら、やっぱなんかなった人だからやっぱそういう話はどんどん発信していった方がいいなって。そうだね。そう確かに。 You are my angel。 まず自分が最初になったじゃん、なったんだけど、どこで感染したの？ね。いやそれも本当に分かんなくて。あ、分かんないんだ。コペっていつもさマスク二重にしてさ、一番気をつけた。やばいよね。あとなんかスピードランナーみたいなさメインブラックみたいなのつけてるやん。レースガードのサングラスをかけてしてるじゃん。そうでマスクも二重にして、でもう常にアルコールの消毒とか持ち歩いてて、なんかちょっとそのコロナ対策にちょっと慣れてきちゃってて、マスクもなんか二重だったら一枚になったりとか。みんな言ってましたね。なんかもう大丈夫だろうみたいなちょっとした緩みみたいなメガネもしなくなっちゃったし、そうなんかほらやりすぎだよとかさ、なんかね言われたりとかさするようになって、だんだん大丈夫かなみたいな感じになってちょっと緩んできたかもしれない。この中で一番緩かったらこうとかなってないんだもん。そうだよ。俺だってみんなに言われたぜ。それな。みんなに言われたぜ。お前コロナに誰かがなったら絶対お前だねって発信源って言われてたじゃん。一番安心だったコッペがなったら。だってそうね、逆だったね。本当わかんない。多分疲れてんのかなと思って、ダンスとかも毎日やってるし、って思って普通に撮影して、じゃああの日撮影の日に早めに帰った。ちょっと疲れてるかもしれないから早めに帰るねって言って帰って、しばらくして夜になったら急に熱が出てきた。もともと扁桃腺が結構弱くて、弱いとこに来るんだね、やっぱ。もしかしたらそうかもしれない。風邪ひくと大体扁桃腺腫れてますねってこの辺とか触られて言われて、喉に来るから今回も喉に来た。危ない。あとね、この時にメンタルが一番大変。あ、メンタル弱かった。メンタルとの戦いだった自分の場合は。逆に弱いなお前。メンタルの話は共感できるわ。なんかそれと一人でずっと家にいるわけじゃん。それとの戦いだったずっと。もし悪化しちゃったらどうしようみたいな。だからもしなった方がいたら本当に連絡取る、家族連絡取るとか、メンバーとも連絡取るとか、こまめにそういうのをやった方がいいと思います。生存確認じゃないけど、今は平気だよとかちょっと辛くなってきたっていう連絡があると安心ができる。俺らは連絡取り合ってたもんね、みんなでね。取ってたね。結構こまめだったよね。結構こまめだった。お前どうとか。大丈夫？大丈夫？全員一人暮らしだからさ。そうだね。レッツラゴー。俺は一番発症が遅かったんだよね。あ、そうね。そうだ。そうだよ。みんながやばい俺も熱出てきたとかみんなが言った2日後に熱が出た。俺になってないかもとか最初思ってたけど、2日目にあれってなって、でもね10日間ずっと熱は出てた。すごいな。そう。10日間ずっと熱だった。出てた。でまだ長引いてることが一つだけあって、ご飯を食べたのね。味がしなくて、匂いがしなくて。出た。そこでいきなり？そう。ベロに刺激は感じるけど、なんかいつもの味が全くしないみたいな。じゃあ逆に辛いものはなんかいてっていうかね、辛いの食べてるって感覚があるんだ。辛いもの食べてる時はなんか辛いみたいな。自分の中でも食べるのって結構ストレス発散だったから自分の中で。食べ物とかでも醤油の銘柄、キッコーマンなのか何なのかその銘柄変わっただけでも気づくぐらい。すごいね。いや俺あれだったらわかる。ウインナーの
シャウエッシャウエッセンセンシャウエッセンとは違うやつなの柔らかいやつ柔らかい安いウインナーとシャウエッセンは分かるわかる今も今も行くぞー。コペの話聞いて思った。コペは風邪ひいたら喉に来る人じゃん。俺風邪ひいたら肺に来る人なの。すごい咳が出て痰が出て普段からってこと普段からうんでやっぱその症状はずっと残ってる。ああ未だに残ってる。肺が痛い。そうでも肺って一番怖いんでしょ。ねだって肺炎になるとなかなかっていうで僕風邪ひいたりすると、う水分大量にとってうん汗めっちゃかいてご飯ガーッと食べて治すっていう方法をいつもとってんだけど原始的なね原始的な洗いね洗い料理ね薬とか一切飲まずに、もう栄養と水分と汗っていうので治すっていう方法をとってんだけどご飯を食べるっていう動きも水を手に取るっていう動きももうめんどくさくてだるくてできなかった。だからもうずっと飲まず食わずで寝てた。風邪よりもすげえと思ったコロナ。あやっぱ風邪より強かった。食欲マジで減った俺ね1日1回食べるか食べないかだった俺もそうだったわ。僕も、ねなった2日間は何も食べなかったもん。すごいわ。いやもう一生かかりたくないと思ったもん。きつすぎる俺ももうちょっと抱えたくないねめっちゃきつい。ポンポン。自分の区はな。うん。支援物資がなくて何も支援の物資とかはなくて俺の種も種じゃねえやクモさん。俺のなんで村何もなんか同じやわ。支援物資の話すらなかった。へーね、あ、なった？あ、その話すらない。ないもう数が多くなりすぎたんじゃないいや、そうかもね。最初の頃は少ないからこう手できたけど回ったけどだから本当もしなった時のために準備しておくっていうのも大事かなって思った。いや僕はあったよ。電話でまず支援物資みたいなのあるんですけど、いりますかって言われて、で僕別にいや別にとかって言ったら、いやでも全然いいんですよ。もらった方が絶対得ですよって言われて、じゃあもらいます。一回断ったの僕。もうあと2日だったし、その電話が来た時が。だから別にあと2日なんで別にいいって言ったら、いやでもご飯とかたくさん食べれるんでもらってくださいとかって。やばい教えできたもし区役所？マジ？そうでじゃあお願いしますって言ったら来てもう本当にもう10日分ぐらいの量が残り2日でボーンってきて、レトルトカレーとかレトルトの牛丼とかフルーツグラノーラとかカロリーメイトが3箱とあれウイダインゼリー3つとパスタとうどんとパスタソースとうどんの具材と味噌汁の具材とあと佃煮とたけのこの筑前煮みたいなやつとめっちゃ来て、おかゆとかも米も来た。めっちゃ送られてきた。実家やん実家そういやもうでしかも毎日のようにもしもし今日の体調どうですか、なんかどっか辛いとことかないですか、熱は何度ありますかとか電話来て毎日ね。4日目とかになってくるとさなんかお母さんからなんだよみたいなねもう寝てんのにまだと思ってで一回寝てたから無視したの。そしたら5分後にまた鳴るからもうって言っててもしもし今日の東京だはい全然何も問題ないですって辛かったらもういつでも電話してきていいんでとかって言って検査するんですけど車ありますかって言われて車ないですって自転車ありますかって自転車ないですってじゃあ持ってきますねって言われてでなんかこの8時ぐらいに行くんでとかって言われて待ってたらもう一回電話かかってきて今玄関にかけといたんで取ってくださいって言われて取ってで検査のそうやつしてまたかけて今終わったんでかけときましたって物の取引してるみたいなそうなるよね物の取引してるね今かけましたって言って分かりました回収しますと思ってってだから誰が来たか全然分かんなかった。完璧よ。完璧すぎそこのさマジ完璧やな。完璧だと思うんだけどいやほんと助かった。なんと目に見えないからさ。そうだね。それが一番ねそうちょっと戦いようもないし多分感染予防してたコペですらなってるからそうだね。ちょっと何とも言えないけど何だとは言えない移るのはもうどうしようもない。ただ感染させない努力はできる気がする。そのマスクするとかでね。でも確かにマスクとかは結構でかいと思うね本当それは思ったにでかいと思う、思った今なって大変な人とかも世の中にねすごいたくさんいると思うけど、マジで大変だからね。一個の同じ種類のウイルスだけど人によってね症状が全然違う。全く
違うからみんながどうなるかとかわからないけど、ちょっとこれが少しでもなんか世の中の役に立てばね、そうなんか参考とかになってくれるからね。そういいなーってちょっとほんと悩んだけどね、もう少しでも役に立つら嬉しいです、なので皆さん感染ちょっとすごい世の中になっちゃったけど、一緒にリアルピースも一緒に乗り越えていくので、これから先みんなで一緒にこの世界を乗り越えていきましょう。イエ時代を生きよ生きようね、う。頑張るぞーイエーイ切り替えすげえな。